先生について少し自己紹介と、あと、研究について少し教えてください。私の名前はヤルナゾフ・ディミターです。ブルガリアのソフィア出身です。現在の研究テーマは、途上国における再生可能エネルギーの開発の課題です。再生可能エネルギーのシェア拡大のためにさまざまな政策を打ち出しています。ただし、国によってこの政策の効果が全く違います。その国ごとの違いをどう説明できるのか、主に政治経済学と制度学科経済学を使ってこのような研究を行っています。この研究会は名前の通り世界の経済とかあるいは各国の経済を持続可能な方向に変更していくための課題について教育と研究を行っています。で、持続可能な経済とは何かという国連が発表している17の持続可能な開発目標があります。この研究会は経済を中心とした持続可能開発目標に専念して教育と研究を行っています。研究会に入っている学生の中でいわゆるフィールド調査、どこかの国とか自治体へ行ってそこでアンケート調査を行ったりインタビュー調査を行ったりするというタイプの研究をされる学生が多いですね。そのためのスキルというかやっぱり必要ですので、この研究会にもし入ったら、こういったスキルは習得できると思います。ゼミは学生の研究進捗状況、それからワークショップは外部からの、講師を呼んで、その講師に持続可能な経済について、お話をした後にみんなでディスカッションする。企業における持続可能な開発目標に対する取り組みというテーマで企業の見学もやりました。これからもやっていきたいと思います。私習慣ではオフィスアワーという制度がありまして、教員が学生が学習生活の場としている少しみんなと一緒に食べながら飲みながら研究の話をするのはスムーズにいくと思います。もし先生が国連の事務総長であるとすれば、国際的な課題に対して必要な行動は何ですか？ポストコロナの世界、ポストコロナの社会を、現在のコロナ危機の教訓を生かしてどのように構築すべきか。このコロナ危機から学べる教訓を例えば気候変動対策にどういうふうに生かせるのか。で、2008年のリーマンショックの後もそういう復興のためのいろんな投資事業が行われたんですけど、環境保全型の事業にあまり使えなかったことは大変残念で、復興のお金を持続可能な発展を達成するためのインフラへの投資に使うべきじゃないかなと思います。電気自動車とか蓄電設備とかグリーンな水素の整備、いろんなそういうグリーンな復興の可能のオプションがあるんですけど、これから経済の復興するときにこういうグリーンな方向に投資をしたりとか。そうですね。排出量実質ゼロを達成するために、すごく大きなチャンスではないかなと思います。やっぱり現在の世界とか現在の社会は持続可能ではないで、これからやっぱり特にあなた方若い人の力でより持続可能な社会を作りたい。Change the world は Change the economy スローガンになるんじゃないかなと思います。